今回は日本人に馴染み深い香りの一つである緑茶の香りの香水を紹介してみます。緑茶特有の爽やかな苦味やお茶のスモーキーな香りは身にまとうだけではなくて部屋に一吹きして気分転換に使うのにもぴったりです。日本で有名な香りだとフランシス・クルジャンが調香したこちらのエリザベス・アーデンのグリーンティーという香りや、惜しくも廃盤になってしまったんですけど、こちらのゲランのアクアレゴリアシリーズのテアズーラなどがあります。今回はそんな中でも知る人ぞ知る僕がおすすめしたいこだわりの緑茶系香水を3つ厳選してみました。爽やかなグリーンティー系の香りを探しているという方はぜひ参考にしてみてください。まずはじめに香りを想像しやすくするために緑茶の香りの特徴について少し紹介してみます。緑茶の香りは約200種類以上の香気成分が含まれていると言われています。日本の緑茶は茶葉を発酵させない不発酵という製茶法が用いられていて、特有のグリーンな香りを保っているのが特徴です。緑茶の香りについての研究は数多くあるんですけど、微量な香気成分のために何が香りに関係しているのかが現状では解明ができていないそうです。そのため香水ではよくジャスミンなどを使って緑茶の香りが表現されています。次は僕がおすすめするこだわりのグリーンティーの香りの香水を3つ紹介していきます。まず1つ目に紹介するのがこちらの苦味のある爽やかな日本茶の香りが楽しめるパルファンサトリの氷下という香りになります。香りの構成はトップノートグリーンリーフセージ、ミドルノートジャスミンバイオレットパチュリ、ラストノートウッディアイリス、調香師は大沢悟さんになります。氷下は16世紀の茶人である古田綾部から着想を得て作られた作品です。まずブランドであるパルファンサトリは調香師兼創業者でもある大沢悟さんが立ち上げたブランドで、伝統的な和の表現が魅力的なブランドです。ラインナップには茶壺型の香水などもあって、日本人としての心をすごくくすぐられます。またパルファンサトリは海外でも高い評価を受けていて、こちらの日本でも有名な香水の書籍である世界香水ガイド2では、酷評される香水も多い中で、パルファンサトリの香水が軒並み高評価を受けています。香りのトップは強めの苦味を伴ったグリーンティーの爽やかな香りから始まり、一瞬だけフルーティーな青リンゴを思わせる香りが出てきます。グリーンティーの香りが残りつつ、次第にジャスミンやバイオレットのフローラル調の甘い香りが柔らかく広がり、品のいい香りになっていきます。そこから徐々にパウダリーな抹茶感も出てきますが、パチュリと合わさることで畳のようなどこか日本的な風情を感じる世界観が広がっていきます。ラストはパウダリーなアイリスが加わり、本物の抹茶の粉を思わせるふわっと優しい香りに落ち着きます。はじめはキリッとしていますが、中盤以降はふんわりと優しく香ってくれるので、シーン問わず使える香りだと思います。僕は個人的に男性のフォーマルな服装に合わせるとかっこいい香りだなと感じました。お茶系の香りは海外にもたくさんあるんですけど、このグリーンティーの香りは繊細な日本的雰囲気を感じて、日本人にしか表現できない気がしています。海外のグリーンティー系の香水では他に見ない急須で入れた緑茶の苦味や清涼感が楽しめます。リアルな緑茶や抹茶の香りを探しているという方はぜひお試しいただきたい作品です。二つ目に紹介するのは、こちらのブルガリ初のフレグランスであると同時に、初めて作られたお茶の香りと言われているブルガリのオパフメ・オーテベルという香りになります。香りの構成はトップノートがイタリア産のベルガモット、グリーンペッパー、ミドルノートがグリーンティーアコード、カルダモン、ラストノートがビーズワックス、トンカビーンとなっています。調香師は日本でも人気の香りを数多く手掛けたジャンクロード・エレナさんが担当しています。この香りは日本の緑茶からインスピレーションを受けて作られたグリーンティーブームの先駆けとなった作品で、発売から約30年経った今も廃れない清潔でさっぱりとした緑茶の香りの名香です。
この香りは高級ホテルのアメニティの香りとしても多く採用されていることでも有名です。始まりはベルガモットの爽やかなシトラスやグリーンペッパーの爽快なスパイスの香りから始まります。すっと抜けるスパイシーなカルダモンと穏やかでさっぱりとしたグリーンティーが香るリラックス感のある香りへと落ち着いていきます。肌にのせるとパウダリーで清潔な石鹸のような香りも出てきてとても上品です。透明感と同時に個性も感じる調香師ジャンクロ・デ・レナの実力が存分に発揮された作品だと思っています。コロンということで持続時間は短めですが、香水が強く香るのが苦手な方にもおすすめです。また落ち着いた柔らかめな香りなので、仕事やカジュアルシーンでもシーン問わずに使うことができますし、夏の暑い日の気分転換としてシュッと一吹きつける香りとしてもおすすめします。最後に紹介するのはこちらも爽やかな抹茶を思わせる香りが楽しめるグタールというブランドのイルオテという香りになります。イルオテは僕が第一印象から一番好印象だった緑茶系の香りで、今回紹介した香りの中で一番現代的で使いやすい香りになると思います。グタールはフランスで創業された老舗のフレグランスメゾンの一つで、昔から香水好きに愛されてきたブランドです。イルオテはお茶の島という意味を持っていて、アジアの旅から着想を得て作られています。香りの構成はトップノートがシトラス、マンダリンオレンジ、ミドルノートが金木犀、グリーンティー、マンダリンブロッサム、ラストノートがホワイトムスクとなっています。調香師は創業者でもあるカミーユ・グタールさんとイザベル・ドワイアンさんが担当しています。プッシュしてすぐはマンダリンなどの柑橘系の爽やかな香りから始まります。徐々に粉感のあるグリーンティーの香りが主役となって、グリーンティーの苦味の奥に金木犀やフルーティーなマンダリンの香りが合わさることで、お茶の渋みが和らぎすっきりとした香りになっていきます。グリーンティーにマンダリンや金木犀の香りがバランスよく香るフレッシュで使いやすいグリーンティーの香りです。湿度が高い日本の夏にぴったりな男性でも女性でも使えるユニセックスな印象の香りです。今回は緑茶の香りの香水を紹介してみましたがいかがでしたでしょうか。グリーンティーの香りの香水は日本をモチーフに作られた香りも多くて、海外の人目線で感じた日本の緑茶の捉え方が知れるような気がして結構面白かったりします。また緑茶の香りというのは昔から日本人の日常に溶け込んできた香りということで、日本人に親しみの湧く落ち着く香りが多いので、リラックス用の香りとしてもおしゃれでつけていくのにも向いている汎用性の高さも魅力です。ぜひ皆さんも香水を緑茶系の香りから選んでみてください。この動画で自分の香りを選ぶ楽しさや香水の面白さが伝わればいいなと思っています。よかったらこの動画の感想やリクエストなどコメント欄で教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは季節やブランド別でおすすめの香水を紹介していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録やこの動画が良かったらグッドボタンもよろしくお願いいたします。今回紹介した香水を購入できるリンクは概要欄に貼っておりますので、気になった方はぜひこちらもチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。